東京のあるフードコートにいますね。あるショッピングモールの中にあるフードコートでございますね。私のちょうど後ろにあるのはバーガーキングですね。英語だとバーガーキング、ちょっと違うんですね。バーガーキングとバーガーキング。アメリカではもうバーガーキングって正直に多分私は最後に食べたのは20年以上前ですね。っていうのはもう潰れかけてるんじゃないかって、もうほとんどお店がないっていうのと美味しくないっていうのもあるのと行こうとしないんですよね。あんまりファーストフードは食べない。まあスマートでしょ、体型的にもね。こういうファーストフードの体型じゃないんだけど、マクドナルド、マックだったらたまに食べます。でもバーガーキングにもう全然行こうとしないよりもないですよね、全然。しかし日本のバーガーキングになるとまだ美味しく食べられるのかな、美味しいものがあるのか、メニューの違いが何があるのか。まあ記憶にあるのはウォッパーですね。日本語だとウォッパーっていうの、英語だったらワッパー。ワッパーとウォッパーの違いがあるのかなと思ってちょっとで早速買ってきたいと思います。ポテトとウォッパーと、あと日本のなんかスペシャルメニューがなんかないのかなと思うんで、ちょっと行って買ってきましょうか。またバーガーキング食べれるのかな。正直にその20年前に最後に食べたバーガーキングを食べた後はね、もう全部ゲロしちゃってさ、全部戻しちゃってもう嫌になって食べたいと思わない。それあるんじゃない？一回ねやっぱり全部戻しちゃうともう食べれないんだよな。日本のバーガーキングだから大丈夫だろうと思うんだけど、ちょっと買ってきましょうね。カメラマン、はい、俺は財布置いてきたからお金ちょうだい。なんちゃって返しますからね。ちょっと待ってください。カメラマンすごいでしょ。スタッフの人からお金もらってるんだよ。俺の財布じゃないんだよね。素晴らしいスティーブ的視点の撮影。じゃあこれで OK です。5000円を用意させていただきました。じゃあ買って混んできましたね、いきなり早く行った方がいい。じゃあノーチーズウォッパーは何ですかね。気になりますよね。ワッパー、ウォッパー、ワッパー、ワッパー、ワッパー、ウォッパーじゃないよ。ワッパーだったんでね。あとキングボックスっていうのあったっけ前。確かに当時戻したのはあんな綺麗なものではなかったような気がする。入った時も出た時もそんな感じじゃなかったちなみにファストフードは全然ファストじゃないんだよね。ここまでねされるとさ、並んで待つしか、日本人待つのが好きなのかな俺は嫌い。外国人人気のようですね。俺以外かな。まず言えることは、ファストフードは全然ファストではありません。あんなに注文するのに時間かかるなんかはもう諦めるんだよね。その時点で気づいてなければ高いよ。ただのワッパーとちっちゃいポテトで840円、高くね？これだったらもうここ行って一番屋とか他のものは食べちゃうんじゃねえの？めっちゃ美味しい。今までもう俺が食べたハンバーガーの一番美味しいものじゃない限りはかなりショックだな。これはなんでそんなに時間かかるの？ファストフードはファストじゃないな。日本だろうがアメリカだろうがそう同じなのかな。なんだこれは。
めっちゃ美味しいハンバーガー期待してます。高いよニノちゃん、なんでこんなに高いのなんでワッパーは560円する5ドルだろ高くない？バーガーだけでセット、アメリカも安くはないの。これは高すぎる。なんで売れないのって分かるような気がする。だったらマクドの方が全然安いと思うし、期待するしかないんだけど、なんとなくこうちょっと期待できるかな。それよりはいつできるのかっていうのはあるんで、今日帰るの飛行機があるから、ね、夜の19時までにできるのかな、俺のワッパーとちっちゃいポテトが起こして呼ばれたら、とにかくもう外国人の友達できたんで、並んでるうちにもうバーガーキングは20年ぶりかもしれないけど、また20年経っても俺この後は食べないと思う。来ない、まあでもね、楽しいんだよね、こういうのね、経験してみないとね。バーガーキングしっかりしろよっていう感じ。日本のバーガーキングまだ期待できるのかなと思ったんだけど、味で期待 しましょうか。一応美味しいハンバーガーをボリュームがあるよね。それはマクドよりそれが言える重いっていうか、ほら結構大きなハンバーガーって感じ、重いよね。バーガーキング、まあマクドナルドのダブルなんとかってに負けないぐらいの重さだよね。ポテトも太いな、マックより。じゃあちょっとポテトからチェックだよねが入るんだよね。まずは太めの塩が軽くかかってるような、いただきます。まあだな。出来たてなのでまあ美味しいんだよね。アメリカのバーガーキングだったら多分 2,3 時間前からそのまま油にそのまま入ったままのやつが出てくるから、油がもうあれお水のようにこう出てくるようなものが多いと思うんで、これは悪くはないかな。塩がちょっと足りないんで、じゃあ好みでこれまたかければいいんだよね。何より560円のバーガーは本当に美味しいのか。ファストフードのバーガーが、まあ言えるのはパンがめっちゃ大きくね。パンがその半分以上、レタス、アメリカに負けないぐらい汚い作りだな。悪いけど汚ねえよこれは。どうやって食べるのニノちゃんこれじゃあ20年ぶりのバーガーキングチャレンジしてみます。いただきます。マヨネーズこんなにかかってたっけ、昔から。マヨネーズはすげえよな。ほらマヨネーズがすごくない？それかアメリカ人が来たらこうマヨネーズ余計にちょっとかけてやらないと怒られるのかなと思って。ハンバーガーだってマヨネーズで量をごまかしてることが気づいた。言っては悪いんだけど、ちょっと今日の運転で頑張ってくれた庄司君にこれはプレゼントします。どうぞ。ポテトは少し食べるけどね。マヨネーズもう20年前にやめて、もう食べるのをやめたのは正解だったな。残念ながらバーガーキングはもうアメリカでは2度も食べない。残念ながらもう日本でも2度も食べません。もうこれ今の一口でもう満腹になりました。もう十分です。もう50年経ってもこの後はもう食べなくて結構です。マック派かな俺が。ただこのポテトがまあまあだかな。塩を持ってきてちょっとかけてみようか。
塩はこういう形で来るのはまた面白いよね。これアメリカでやっぱりパックに入ってるのは普通なんだけど、これはじゃあ軽くほらこうかけて、かけすぎかな。いや、まあさっき味が薄いで、これかけたらどうだろう。でも結局塩で味をごまかしてることになるので悪いけどあんまりよく言えないな。ごめんね。もうアメリカ人なのに、アメリカのバーガーキングなのに、本当はこの看板をもっと日本で立つようにもう応援したいんだけど、残念です。ショック受けました。バーガーキングじゃないですね、日本では食べるのは。違うファーストフードに行ってみようね。食べて。